マネージャーさん、お疲れ様です。お疲れ様、奥山さん。最近あんまり元気がない気がするんだけど、大丈夫か？疲れてない？そんなことないですよ。私はいつも元気いっぱいです。本当に？そうですよ。元気って言いたいところなんですけど、さっきるいちゃんとゆうちゃんにも心配されたんですよね。何か悩みがあるなら相談してほしい。俺は奥山さんのマネージャーなんだから。そう言われるとちょっと甘えたくなっちゃいますね。ちょっとだけお時間いただいていいですか？最近トリエルの活動だけじゃなくて私個人のお仕事も増えてきましたよね。そうだな。奥山さん単独の人気も高まってきてると思う。忙しくなること自体はいいんです。お仕事は楽しいし勉強になるし、何より皆さんに必要とされることが嬉しいですから。でもこの間学校の授業で中学校の思い出を作文で振り返る時間があったんです。最近は東京にいる時間が少しずつ長くなっていて、学校行事にもあんまり参加できていなかったから、友達と比べてあんまり書けることがなくてそれなら友達とのことを書けばと思ったんですけど、遊びに誘ってもらってもいけないことが多くて。そうか。寂しい思いをさせてしまってすまない。ちょっと仕事をセーブしようか？いえいえ、大丈夫ですよ。というかマネージャーさんの場合、私に気を使って相談なしに仕事を断っちゃいそうです。そんなの絶対ダメですからね。そんなことはしないよ。ちゃんと相談するから。それならいいんですけど、でもたくさんお仕事はしたいなって思っててもいろいろ考えちゃうんです。子役をやってた時も同じようなことがあったので、もっと学校生活を楽しんでおけばよかったのかなとか。言ってることがあべこべですよね。ごめんなさい。いや、そんなことはない。今の奥山さんの気持ちが聞けてよかったよ。私もちゃんと話せてよかったです。ちょっと気が楽になりました。ありがとうございます。事務所のほぼ全員が学生とアイドルを両立させている。みんなこの問題を抱えてるんだよな。仕事を減らすことは解決策にならないし、少しでも元気になってもらうにはどうしたら。マネージャーさん、今日はお仕事の話があるって聞いたんですけど。ああ、ちょうどよかった。山形名産のさくらんぼの広告だよ。子役の時に一度やったんだって。本当ですか？覚えています。成長した奥山さんに改めて広告塔になってほしいらしい。俺もびっくりするくらい猛プッシュされたよ。そこまでですか？嬉しいけどちょっと照れちゃいますね子役の時は忙しくて目が回りそうだったけど、山形の組合の皆さんのことはよく覚えてます。とっても優しかったんですよね。また会いたいな。マネージャーさん、そのお仕事ぜひやらせてください。わかった。先方も喜ぶと思うよ。はい楽しみだな。この喫茶店いつも通るのに初めて入りました。東京に行く時はいつもバタバタしてるから。この距離を毎回往復してる奥山さんはすごいな。そうだ、先方との打ち合わせの感触はどうだった？とっても楽しかったです。リハをした撮影現場が子役の時と同じ場所で本当に懐かしくて、何より皆さんとっても温かくもてなしてくれてびっくりしちゃいました。でもバンプロにいた頃からオファーをかけていて何度も断られてたっていう話は驚いたな。ちょうどトリエルの活動が本格化した時期で
スケジュールが合わなかったらしいけど。そうですね。私たちに知らされていなかったとはいえ、申し訳ないことをしちゃいました。それにしても奥山さんが組合の方の顔と名前をみんな覚えてて驚いたよ。ちょっとした特技なんです。アイドルになった今もテレビで欠かさず見てますって言ってもらえて嬉しかったです。奥山さんは組合の方に愛されてるなって思ったよ。みんな娘や孫を見るみたいな優しい目をしてた。確かにそんな感じでしたね。握手しながらぜひうちの孫の嫁にって何度か言われましたし。事務所にトリエルのポスターもたくさん貼ってあったし、奥山さんは山形のスターなんだなって改めて感じたよ。もうあんまり褒めないでくださいよ。顔が熱くなってきちゃいました。ごめん。ところで CM の内容はどう思った？正直な意見を聞かせてくれ。すごくいいと思いました。山形名産のさくらんぼを使ったスイーツを食レポしつつ私のナレーションを重ねる。どちらも私の声で演じ分けるっていうのがすごく面白いなって。セリフのパターンが用意されていてどれを選んでもいいと言われましたけど、可愛さ重視のものもあればコミカルなものもあって真面目なパターンも迷っちゃいますね。嬉しい悩みだな。お、そろそろ新幹線の時間だな。それじゃあ新幹線の中でじっくり考えてみます。奥山さん、どのセリフにするかは決まったか？新幹線でもずっと資料を読んでたけど。それがまだ決められないんです。どのセリフもすごく考えられてるって気づいてますます迷っちゃうんですよね。打ち合わせの時も思いましたけど、改めて皆さんが本当に期待してくれているんだなって。先方があれだけ熱心なのは奥山さんの今までの頑張りがあってこそだよな。私の今までの頑張りですか？組合の方の熱心な姿勢を見て、この前奥山さんから聞いた学校の作文のことを思い出したんだ。中学校の思い出ですね。確かに奥山さんは子役も合わせると芸能活動が長い。失うものも多かったと思う。でもだからこそ今回のように熱心にオファーしてくれる人が、走り続ける奥山さんを応援したい人がいるんだと思う。そっか。そうですよね。私が子役をやってなかったら、あるいは今アイドルをやってなかったら、この CM のお話もなかったんですよね。そっか。私結構頑張ってきたのかな。あれ、そういえば資料の中にあった。これだ。マネージャーさん、これを読んでもらえますか？今回宣伝するさくらんぼの歴史についてか。これがどうしたんだ？栽培方法の研究や品種改良が始まってからこの品種が主流になるまでに100年ほどかかっている。きっとたくさんの人が関わって頑張ってこの美味しいさくらんぼができたんだと思うんです。この歴史と私のこれまでを奥山さん、どうしたんだ？そんなに考え込んで。よし、これならいけるかも。マネージャーさん、 CM のセリフなんですけど、私わがまま言ってもいいですか？ああ、いいよ。そうですよね。いきなりこんなこと言われても。いいんですか？奥山さんがわがままを言うなんてめったにないからな。いいアイデアが浮かんだんだろ？聞かせてくれ。マネージャーさん、ありがとうございます。それじゃあお言葉に甘えて東京のお兄ちゃんに頼らせてもらいますね。急に言われると照れるな。もっとこまめに呼びましょうか？冗談ですよ。それでお願いについてなんですけど、
奥山さん、すごく美味しそうに食べるな。ここからはさっき録音したナレーションを流しながら食べるんですよね。次はさくらんぼプリンを食べて、最後はさくらんぼをそのまま一口ですね。わかりました。よろしくお願いします。おいしい。奥山さんが満面の笑みを浮かべて食べている間に、別撮りしたナレーションが流れ始めた。このお仕事を始めてから大変なことはたくさんありました。でもそれ以上に得たものがいっぱいあります。楽しんで、落ち込んで、成長して、全部つながって今の私がある。このさくらんぼが生まれるまでの歴史を知った時、私はどこか自分に重なるところを感じたんです。奥山さんが考えたナレーション、すごくいいな。周りの皆さんも聞き入ってる。やっぱり山形のさくらんぼは美味しいな。バッチリですか？ありがとうございます。奥山さんのああいう大人っぽい喋りはギャップがあって素敵だな。仕事の参考にさせてもらおう。奥山さん、あれ、外で休憩かな。もう引っ張っちゃダメだよ。ほら待ちなさい。地元の子供たちか。本当に人気者だな。あ、そろそろ行かないと。大丈夫だよ。またいつでも遊んであげるから。約束だからね。はい。指切り鍵盤、嘘ついたら針千本のます。指切った。よーし、次遊ぶ時までいい子にしてるんだよ。 CM は大人っぽかったけど、今はお姉さんって感じだ。奥山さんのこういう姿、新鮮だな。事務所では妹分だし、普段気づかない一面を引き出せるように、俺もまだまだ頑張らなきゃな。マネージャーさん、マネージャーさん、大変なことになってるんです。どうしましょう。落ち着いてくれ。何があったんだ？この間の CM、ローカル CM だけどすごく話題になって、動画サイトに投稿することになったんです。俺もその動画を見たけど、かなり再生されてたな。急上昇ランキングにも入ってたし。そうなんです。いくら素敵な CM とはいえ、さすがに広がりすぎじゃないかって慌てちゃいました。あ、でもこの CM が流れてすごくいいことがあったんです。私のナレーションを聞いた学校の友達が、いくら断られてもめげずに遊びに誘うからって。誘ってほしいけど断るのも申し訳なかったから、あんな風に言ってもらえて本当に嬉しかったです。それは本当に良かったよ。星見プロのみんなからは何か言われた？ちょっぴり恥ずかしいですけど、みんな見てくれてるみたいなんです。るいちゃんとゆうちゃんはお祝いパーティーをしてくれて、3人で CM を見たんですけど、ゆうちゃんは何度も止めては「ここがかわいいな」なんて言って、るいちゃんはるいちゃんで、こういう表現ができるなら新曲に活かせないかしらなんて真面目に考えてました。あの二人らしいな。他にも SNS でこころちゃんがリオさんに食べたいなーって動画の URL を貼ったリプライを送って、ココロが差し入れで買ってきてくれるのを待ってるってリオさんが返したのが話題になってましたし、組合の方からも売り上げがすごく上がったお礼にってさくらんぼがどんどん送られてくるんです。なので今度星見プロのみんなとさくらんぼスイーツを作る会をするんです。楽しそうで何よりだ。そういえば CM は奥山さんの衣装の可愛さも好評だけど、一番話題なのはナレーションみたいだな。そうみたいですね。あのナレーションですけど、もしかしたら今までで一番本音を出してたかもしれないです。そんな本音が受け入れてもらえたと思うと、とっても嬉しいなって。
本音の評判がいいのはやっぱり奥山さんのこれまでの積み重ねがあったからだと思う。そうなんですかね。でもあのナレーションを思いついたのはマネージャーさんのおかげですから。星見プロのみんなとも友達とももっと仲良くなれて本当に感謝してます。ありがとうお兄ちゃん。